自分の願望を書いているときに、他人の世界は想像できないって分かっているんだけど、じゃあ他人が関わっている自分の願望ってどこまで書けばいいんだろうみたいなことってあるじゃない？これ、私も結婚当初、旦那さんと二人でやりたいことのリストって実際に書いたことがあるんですよ。私の場合、例えば数年前にね、書いていた本当に叶えたいなっていうリストがさ、その中に例えば家族揃ってハワイって行ったことがなかった時、4人でハワイに行きたいなとか、お家のテラスでシャンパン飲みながらホームパーティーしたいなとかさ、っていうのを書いてたの。で、その時はもちろんみんなで4人でハワイに行くなんて想像もできないような、子育てで本当に忙しいし、旦那さんも夜中まで仕事しているし、テラスでシャンパンパーティーつって言ったってめっちゃテラスちっちゃいですけど、これ4人入ったら満杯ですよねみたいなさ、テラスだったし、その現実とはかけ離れた目標だったのね。これはみんなさ、こういうことを書いていい。そういうことを許可して書こうっていう風にしてやってるじゃない？私、この自分の今のエネルギーと、今例えば80というエネルギーだとする。その自分が書いてるエネルギーが、例えば1万エネルギーぐらいの状態の願望を書いてるなっていう認識があるわけ。今の器が80だとしたら、1万ぐらいの器の話を書いているっていう認識がある。器っていうのはエネルギーのことね。愛の創出量のことね。まだ80のエネルギーしか今出せていないということは、自分の今見える世界も自分の周りにいる登場人物も全部80で振動している世界なんですよ。だからこの80で今振動しているっていうのを目いっぱい毎秒毎秒楽しみながら、この1万の願いを叶えるために、今80なんだけど1万の私だったらこれについてどう考えるだろうかって問いながら毎日実験をしている。で、一方で、旦那さんと2人でやりたいことリスト考えようっていう時に、旦那さんはさ、今80のエネルギーでやれる最大限のことをやってくれている。その時に私が例えば4人でハワイ行きたいねとかさ、テラスでシャンパンパーティーしたいねとかっていうのを出してもいいんだけど、その時、私の感覚では、これは彼にプレッシャーになるなと思ったの。なぜなら、この80のエネルギーでそれを聞くと、それをやるのは自分だっていう感覚になるから。でも、これが私が1万のエネルギーになった時に彼も1万のエネルギーになっていて、その1万のエネルギーで振動していた時に、例えばみんなでハワイ行くっていうのが彼にとってもそれが望みになっていたり、いいね、そういう時間過ごしたいなっていう気持ちになっていたりするかもしれない。なので、今から1万のエネルギーのことをバーッと言って、うわーって怯えさせずに、今80のエネルギーで、彼も80のエネルギーでやりたいことを考えてくれている。私なりの答えで言えば、制限なく望んでよくって、で、その制限なく望むために必要な1万なら1万のエネルギー体である自分に責任を持つっていうことなんだよね。